こんにちは、トバログです。今日はいつもと違う画角でお送りするんですけども、今日はフリーランスの作業部屋ということで、この部屋僕の書斎というか仕事部屋なんですけども、ここのルームツアーをしていこうと思っています。実は半年ぐらい前に1回ルームツアーをしているんですけども、それはね、前の家だったんですよ。今年の7月ぐらいにこの家に引っ越してきて、ちょっとこの部屋を構築する様子とか動画にしていたんですけども、まだね、この部屋のルームツアーはしていなかったんですね。割と殺風景だった部屋がね、こんな感じでちょっとね、作業しやすい部屋になってきたので、このタイミングで皆さんにルームツアーをしていきたいと思います。それではご覧ください。まず僕が暮らしてるこの家なんですけども、この家はね 3LDK の110平米ぐらいの部屋ですね。今奥さんと2人暮らしをしていて、で来年の1月にね子供が生まれる予定なので、3人暮らし 3LDK ですね。でこの物件結構面白くて 3LDK なんですけど、そのうちのワンルームがね別の部屋になってるんですよ。なんかさっきも玄関開けてきたんですけど、あんな風に隔離されてる感じになっていて、ちょっと母屋というか住まいからはちょっとね距離があるんですけど、こういう仕事に使えるような部屋が別途ある感じですね。こんな風にね部屋が分かれてるところが気に入ってこの部屋を選びました。で家賃なんですけど、家賃は16万円です。僕が住んでるところはねちょっと東京から離れた場所なんですけど、これが東京都内だったら本当に30万から40万円ぐらい家賃がしそうですよね。でこの部屋の広さは玄関から入ってだいたい10畳ぐらいです。実質こういう風に使える面積でいうと多分8畳とかそのぐらいだと思います。でこの床自体は見た感じコンクリートの打ちっぱなしのように感じるんですけど、クッションフロアを敷いています。前にもね動画でお伝えしているので見てくれてる人はいるのかなと思うんですが、こんな風にねよく見ると継ぎ目があったりします。この触り心地はね本当にクッション材というか柔らかい感じなんですけども、なんか部屋の見た目全体がかなりシンプルというかミニマルな空間になるので気に入っています。このクッションフロアの材料費自体は1万円ぐらいで、だいたいね施工に2日ぐらいかかりましたね。でこのクッションフロアのいいところってそんなにね冷たくならないっていうのと、あと柔らかいクッション材なので物を落としてもねそんなに iPhone 例えば落としても画面が割れるとかはねそうそうないんですよ。そういうところが結構気に入ってるポイントですね。あと賃貸なのでいずれは引っ越すと思うんですが、そういう時もねこの床材を剥がして丸めてゴミにしてしまえばそれで捨てられるので、そういうところもかなりいいかなと思っています。まずはね僕のデスク周りを紹介していこうと思います。デスク周りはねそれぞれ物選びにもこだわりが結構あるので、これだけを紹介してるとすごい日が暮れてしまうので、デスク上のね詳しいアイテムについては今後またデスクツアーということで動画を出したいと思います。でまずこのデスクなんですけど、このデスクはね IKEA で購入したクリムペンというデスクトップというか天板を使っていますね。このライトグレーの感じがすごい好みで、この部屋全体になんかすごいマッチするかなと思って購入しています。でこの天板自体の価格は9000円ぐらいで、その下には前にも動画で紹介しているんですけどスタンディングデスクを装着していますね。スタンディングデスクにすることで、ここでね作業をしながらちょっと集中力が欠けてきたとか座りっぱなしで疲れたっていう時もスタンディング状態で使うことでかなりね体が楽になります。でそのクリムペンなんですけど、同じものをもう一つ購入していて、で下にはね IKEA のコロコロできるタイプの足を取り付けています。でなんで2つもデスク必要なんだっていうと、こっち側は PC 作業とかそういうのをするためのデスクなんですね。基本的にはこういう風にディスプレイがあって PC があって、キーボードとかマウスとかそういうのが置いてあるっていう感じなんですけど、こっち側は基本的に何も置かないようにしていて、すごいまっさらな状態で使うようにしています。例えば紙で何か書く時とか本を読みながら何かアイデアを練るとかそういう時に使うようにしています。でここにねいろいろ機材が置いてあるんですけど、これはね YouTube 撮影をするための機材ですね。上にもカメラが備わっているんですけど、基本的に僕の YouTube 動画はここで撮っています。なので部屋の構図とかもここから見た景色になっていますね。という感じでデスクを使い分けています。ちょっとねデスクツアーの方で詳しく触れていこうと思うんですが、軽くこのデスクについても触れておくと、これはね NB15 っていう Windows マシンですね。僕のメイン PC です。で前回のルームツアーの動画だと15インチ MacBook Pro を使っていたと思うんですが、
こんな風にね動画編集を本格的にするようになるとちょっとねスペック的に弱いということで、ノート PC の中でもかなりスペックの高い NB15 にしようということで最近買い替えました。これ何がいいのかっていうと CPU とかメモリーとかね GPU 性能がかなり高くて、特に GPU 性能なんですけど RTX2060 っていうものを搭載しているんですね。かなり電力は食うんですけど、動画編集、例えば 4K 動画とかでもサクサク編集ができてしまうということでこれを使っています。このディスプレイは27インチの 4K ディスプレイで、これをメインディスプレイとしつつこっちのね NB15 サブディスプレイとするためにノート PC スタンドを使って高さを増していますね。このノート PC スタンドは高さを出すっていうのもあるし、この後ろ部分が空いている状態なので排熱にも結構効果があるということでこれを導入しています。で背面を回ってみるとモニターアームがついてまして宙に浮くようにしています。ここが何もないことで結構ねスッキリ感が生まれるので宙に浮かせるようにしてるんですが、この PC モニターグリーンハウスの3000円くらいで購入したモニターアームですね。白いモニターアームってそんなに数が多くなくてですね、このグリーンハウスのやつだったら3000円ぐらいで買えるし試しに購入してみようと思って使ってみたところ割と使い勝手がいい感じです。でここに1本ケーブルが伸びているんですけど、これは何につながっているかっていうとこれなんですよ。ベルキンのドックにつながっていて、各種ねアクセサリー類とかディスプレイとか、ここに SD カードあるんですけどそういうのにね接続が一発でできるようになっています。デスクの上も簡単に紹介しておくとこれは HHKB っていうキーボードですね。このキーボードを使って毎日作業をしています。打鍵感がすごい心地いいので僕はこれをずっと愛用してるって感じですね。でこれは10キーなんですけどこれも HHKB と同じく静電容量無接点スイッチっていうのを搭載していてサクサク気持ちよく動画編集が行えるのでこの10キーを導入しています。正直ね HHKB だけでも十分なんですけどこういう専用ガジェットっていうのは僕結構好きで10キーを動画編集専用にしているので、動画編集の時はねこっちを使って頭を切り替えながら作業しているって感じですね。これはねロジクルの MX エルゴっていうトラックボールでこうやってねマウスみたいに動かさずにこのボールを親指でくるくるさせるだけでカーソル移動とか作業ができるのでかなり腱鞘炎というかこの腕がね疲れにくいということでこれを愛用しています。で最初はねあんまり慣れなかったんですけどずっとこれを使ってるうちにねもうこのセットじゃないと使えない体になってしまいました。でこれはエレコムのパームレストなんですけどこれをここに置いとくことによってこの腕がね疲れにくく HHKB を快適に長時間打鍵することができるので導入しています。あとはここにねウェブ会議とか動画編集をする時のためのポータプロっていうヘッドホンがあります。有線だとバッテリー持ちも気にしなくていいしこれだとね結構外音も取り込めるのでインターホンとかになってもすぐ対応できるんですね。でサクサク紹介していくんですけどこれはねデスクライトですね。アイケアって言って眼精疲労とかをできるだけ軽減してくれるデスクライトです。電球のもので前に PR 記事を書いたんですけどその時に貸し出しいただいたもので、今でも使っているっていう感じですね。これはこのリングをタッチすることでこの自動的にねこの部屋の明るさに応じて色温度と、明るさを調整してくれるっていうデスクライトになっています。であとデスクの上にはね細々としたものがいくつかあるんですけどこれはサーモスの真空断熱マグカップですね。でこれのいいところは真空断熱タイプなので結構ね長い時間放置していても冷めにくかったりとかあとぬるくなりにくかったりっていうのがすごいデスクワーク向きのマグカップだと思っています。これがすごい部屋の雰囲気に合うしあと機能性もいいということで長く愛用しているアイテムですね。でデスクの上には僕がメインで使ってる Galaxy Fold、開くとこんな風にタブレットっぽくなるスマートフォンとあとはサブのスマートフォンとして持ち歩いてる iPhone 12 mini を置いています。こういう紙とペンも置いています。この紙は A3 サイズのプロジェクトペーパーっていうやつで結構ねメモ領域が広いのでいろいろ思いついたものをこうやって書く時に重宝していてこのペンはステッドラーっていうドイツの文具メーカーのものなんですけどこのピグメントライナー自体は小学生ぐらいの時からねすごいずっと愛用していて何本も買い替えては手元にいつもあるっていう感じですね。はい、でデスクの脇にはこんな感じで
USB-C ケーブルとライトニングの充電用のねケーブルが3つダラーンとしています。でスタンディングデスクのケーブル周りは割とこだわりがあって、いろいろこのディスプレイの電源とか、あとWi-Fi ルーターがねこの中に入ってるんですけど、 Wi-Fi ルーターの配線とかスタンディングデスク自体の電源とかをここにまとめて収納してますね。結構スタンディングデスクって高さが変わるので、高さが変わるとこういう配線でダラーンってなっちゃうんですよ。机から伸びてる配線はこの LAN ケーブルとタコ足配線のケーブルだけにしています。これ結構ね実現するのめっちゃ大変でしたね。ちなみにネット回線はどうなっているのっていうところなんですけど、住まいと仕事場で一つの回線を契約していればよくて、ここにね LAN ポートがあるので、仕事場ではこの有線 LAN のポートを用いて、このままちょっとケーブルをダラーンとさせた感じで、スタンディングデスクの下に固定しているルーターまで引っ張って、ここから無線 LAN を飛ばしているっていう感じですね。なので契約は1回線で、ドコモ光を使っているんですけど、最近 DMO トクトク BB プランからドコモネットにプロバイダーを切り替えています。ドコモネットに切り替えてから速度も安定するようになって、あまりねこうプツプツと切れることがなくなったので快適です。このいつも座ってる椅子なんですけども、これはね岡村のコンテッサという椅子の初代のモデルですね。ルームツアーというか作業環境とかを紹介するたびに紹介している気がするんですけど、定価だとねだいたい18万円ぐらいするものなんですが、僕はトレジャーファクトリーで中古で購入しているので4万2000円で購入できました。さすがにね今はコロナの状況なのでここまで安く中古で手に入ることはないと思うんですけども、その時はねすごいラッキーでしたね。このデスクに関してもね前に結構詳しくまとめているので、紹介は省くんですけど、これは ATEM Mini Pro って言って、これはねこの1234とかカメラを選ぶことで画角というか、自分が例えば俯瞰撮影するのか自分を撮りたいのかを選ぶことができるスイッチャーです。今ここに緑色のライトが光ってるんですけど、これをねオンにすると 4TB の SSD を使ってるんですが、この 4TB の SSD の中にここで撮影した録画データがね全てこの中に収納されていくんですよ。でいつもはここに今撮っているカメラを置いていて、で横のねこのモニターで画角をね確認しながら撮影しています。ちょっとねオンにしてみたんですけど、今はこの俯瞰カメラだけが生きている感じですね。こういう風に録画ができます。でこの俯瞰カメラをどういう風につないでいるのかっていうと、1本ね大きめの突っ張り棒、強力突っ張り棒を使ってそこにこういう足をね接続して、この上に α6400 っていうカメラを置いているんですね。でこのカメラは常設している状態で、いつもこのカメラの電源を入れてここで録画ボタンを押せばすぐに録画ができる状態になっています。で動画を撮るときはいつもこんな感じで原稿というか動画構成みたいなのを映しながら、ここにある内容を話していくって感じですね。で今昼間なんで結構明るい状態なんですけど、夜撮ることが多いのでここにね今ライトがあるんですが、そのライトを照らすことでこんな感じでね明るく撮影することができます。でデスク周りはこんな感じですね。あんまり長く紹介するとめちゃくちゃ長い動画になってしまうので、この辺の詳しい紹介はまた後日デスクツアーというところで紹介していこうと思っています。こちらには絵を飾っているんですけども、メルボルンのアートギャラリーに訪れた際にね初めて絵を見てというか、これは版画なんですけども感動して購入した作品ですね。ロサンゼルス在住のクリス・タンハムさんという人が作っている版画のプリントというか、レプリカみたいなものですね。僕結構こういう淡い感じのパステル調の写真を撮るのが好きで、オーストラリアでもね何枚かこういう雰囲気の写真を撮っていたんですけども、これを版画で再現できるのかっていうところに心を惹かれたというか、そういう思い出があって購入しています。だいたいね価格が1万5000円とかだったかなと思います。ちゃんとここに本人のサインが入っています。でここは本当はベランダみたいになってるんですけど、開けっぱなしにしておくと作業してるところ見られて恥ずかしいので、断熱性のあるブラインドを取り付けています。で最近結構寒くなってきたので、こんな感じのオイルヒーターを使っています。この部屋ね結構寒いんですよ。なのでこのオイルヒーターをつけることで部屋全体が春のようにポカポカと温まってくれるので嬉しいところですね。ただ温まるまでに結構ね時間がかかるので、欲を言えばスマートホームとかそういうのとね連携してくれるとすごい嬉しいですね。でこのシェルフは無印良品で購入したものなんですけど、普段は使ってないスキャナーだとか、エコーショーなんかもここに置いてますね。
ちょっと前から我が家のスマートホーム化を実現していまして、この部屋自体はねそこまでスマートホーム化をしていなくて、エアコンの調整ができるぐらいなんですけども、メインの住まいの方では結構ねテレビをつけたりとか、あとカーテンボットみたいなのも動作できるようにしているので、いろいろねこの部屋からでも操作できるっていう感じですね。住まいと仕事部屋を分けるメリットとしてはやっぱりね気持ちの切り替えができるっていうところなんですけど、部屋からちょっと遠いので部屋の最低限の操作はスマートホームでできるようにしています。あとフリーランスには欠かせないプリンターがあったり、この中には使ってないガジェットとかを収納しています。中身はこんな感じですね。すごい雑多な感じで収納しているというところです。このね下のラックとかもねすごい雑然としてますね。カメララップがあったりとか、あと撮影でよく使っているようなはかりがあったりとか、そういうのを収納していて、この下にはね15インチの MacBook とか充電類を結構この中に入れています。ちょっとみずほらしい感じなんですけど、ここにねもうタコ足配線を置いていて、カメラのバッテリーの充電とかそういうのはね全てここで行っている感じです。あとはこの壁の収納なんですけど、壁の収納自体は IKEA のなんかウォールシェルフみたいなのを取り付けて、そこにねお気に入りの本とか絵とかを飾っていますね。こんな感じでポパイの部屋とシティボーイとか、あとこれはね前に取材させてもらったホリプーさんっていう漫画家さんがいるんですけど、その人のイラストだとか、この写真は僕が自分で撮ったものなんですが、これはさっきねまさしく紹介したクリスタンハムさんの版画をちょっと意識して撮影したパステル調のオーストラリアで撮った写真ですね。ちなみに撮影機材はライカ M10 というカメラを使って、でレンズがね 135mm のエルマリーと F2.8 っていうねすごい50年ぐらい前のレンズを使ってなんかふわっとした写真に仕上げています。でこの絵は母親が描いたやつですね。母親はなんか趣味というかパステルアートとかをよくやってるんですけど、その時に描いた絵を前に送ってくれたことがあって、それをこの無印良品のオーク材の額縁の中に入れてここに飾っています。なんかねこの壁自体に何もないとすごい殺風景なので、こういう風にお気に入りの本を収納してちょっと疲れた時にこっちに来て眺めたりしています。でこの時計もここに引っ越してきたタイミングで購入したんですけど、小池克也さんっていう方がデザインしたレムノスの時計ですね。なんかレムノスってデザイン系のメーカーなんですけど、こういうおしゃれな時計とかをすごいデザインしていて、この時計の見た目がねすごいこの部屋にマッチした気がしたので購入しています。午前中にこの部屋に来るとまだまだ時間あるなと思うんですけど、なんかね1時半とかを過ぎて3時ぐらい、今ぐらいの時間帯になってくるとね結構やべえ仕事終わんねって言って焦り出す感じですね。これは前にもね動画で紹介しているんですけど、 IKEA で購入したニッケビーという赤いチェストです。この部屋って見ての通り、割と殺風景というか白い感じなんですね。であんまり真っ白すぎてもなっていうところで、こういう赤いチェストを置いていたら映えるんじゃないかなと思って置いているんですが、こういうスクエア型にパンチされているんですけども、このなんかレトロフューチャーな見た目がすごい好きで気に入っています。で中身なんですけど、中身はねすごい雑然としていて、この中によく使うガジェットとかカメラとかノートみたいなの入れてたり、あとここにはねケーブル類をまとめて入れていたりとか、そんな感じで使ってますね。ここにはケースとか旅行で使うグッズとか、あとこの中には空箱みたいなのとかそういうのを入れています。でここに置いてるものって何ですかってよくね質問いただくんですけど、これはアロマキャンドル風のライトですね。これも IKEA で購入したもので、確かね3つセットで1000円ぐらいだったんですけど、こんな風にゆらゆらと風に揺れるろうそくみたいに点灯してくれるので、優しい雰囲気がね夜この部屋に合うかなと思って購入して使っています。で紹介するって言って紹介してなかったんですけど、これはバング&オルセンのビオプレイ A9 っていう大型のスピーカーですね。縁取りがすごいアルミなんですけど、この目の前のこのスピーカー面はファブリック素材でできていて、端部分は本物の木でできているっていう、いわゆるね高級 Bluetooth スピーカーみたいな感じなんですが、本当はこれ定価だと35万円ぐらいするんですよね。でめちゃくちゃ高くて買えないな、でも将来的にいつか欲しいななんて思ってたところ、トバログをよく見てくれてる人がコストコで14万円で売ってましたよっていうのを教えてくれて、それでねその情報を聞いて即買いしたっていう Bluetooth スピーカーですね。背面はこんな感じになっていて、操作はね本当にここをなぞったりタップしたりするだけで、基本的にアプリ上でイコライザーとかそういう調整をするっていう感じのものですね。で大きさが1メートルぐらいあってすごい重たいんですけど、音質はめちゃくちゃいいですね。一見すると一つのスピーカーみたい
たいに見えるんですけど、この中に高音域とか低音域とか専用のスピーカーがいくつも内蔵されていて、繊細な音を鳴らしてくれる気がします。本来はね、一軒家とか別荘とかすごい大きい家で使うことを想定されてると思うんですが、この部屋は最初にも紹介した通り10畳しかないので、20% ぐらいの音で今は流しているって感じですね。これを BGM 代わりにしてこっちのね部屋全体に流すっていう感じですね。あとこの通路側のスペースに関しては普通すぎる感じなんですけど、本棚を設置してます。これは IKEA で購入した本棚で1個ね5000円ぐらいのやつなんですけど、それを3つ連結させて使っていますね。結構フリーランスの場合書類とかを取っておく必要があると思うんですけど、そういう書類とかはこういうね無印良品で購入した収納に入れています。ちょうどこの IKEA のシェルフにはこの無印良品のボックスの大きめのやつが3つと小さめのやつが3つずつ入れてぴったりになるようになってるんですよ。これは多分ね偶然だと思うんですけど、僕はそれを利用してこの一番下の段は全て無印良品のボックスで目隠しするようにしています。あと無印良品のボックスなんですけど、一番端っこにはなんか引き出し収納を置いていたりとか、あと今年の領収書とか支払い必要なものとかをまとめておくケースがこの中にあったりします。で本に関してなんですけど、引っ越す時にねだいぶ手放してしまったんですが、気になった本とかはね紙で揃えられるように本の冊数に対して多めにね本棚を導入しています。本はね紹介するほどでもないと思うんですけど、一応ねジャンル別に分けている感じで、ここにはねカメラ系の本だったりとか、あとはここは仕事とかデータ分析とかブログとかね雑誌みたいの作ったりするんですけど、そういう時に使っているアイテムたちですね。この雑誌のデザインっていう本はすごいお気に入りです。あとブログを書いたりとか正しい日本語というか表現方法を知るためにこういうね記者ハンドブックっていう辞典みたいなのもよく使っています。最近は購入できていないんですけど、海外のねおしゃれなジンとか雑誌みたいなのを買うのが好きで、この辺はそのエリアですね。これはシャオリーズっていう本で台湾の旅行系の雑誌ですよね。あとこれはサンマっていう雑誌なんですけど、中国語で日本について紹介している本ですね。サンマの編集長のエヴァさんっていう人がいるんですけど、その人のねカバンの中身を前にブログで紹介させてもらって仲良くさせていただいてるっていう感じですね。こっち側が普通の雑誌ですね。ポパイだったりクルーエルだったりメンズファッチだったり、いろいろな雑誌をここに取り揃えてるって感じですね。この辺のフリックとかシュプールとか、僕が前にガジェットを紹介したりとか実際にページを担当したりしたものもあるので、そういうものは記念にこうやって残しています。この辺はね物系の本ですね。結構こういう1ページに対して1つのものを紹介する本がすごい好きで、こういう系の本はね見つけたら購入するようにしています。一つのものを1ページで紹介する系ってこのソニア・パークさんっていう人からスタートしたっぽいんですけど、大元となった本がこれですね。こういうね一つずつお気に入りのものを紹介しているっていう本になっています。こういうね1ページで写真と文章を紹介する系の本ってめちゃくちゃ好きなんですよね。この段は暮らしの本とかですね、ポパイの部屋とシティボーイだけここに分けていたりとか、商店建築とか、あとビームスアットホーム3巻だけですけど、そういうのがあったりします。何も入れてない IKEA のカゴ、あとはここは企業が出してるパンフレットというか冊子とかのコーナーですね。有名なものだとユニクロのライフウェアマガジンとかもありますけど、例えばこういうね土屋カバンが出してる期間のパンフレットとか、これも結構前のやつなんですけどメルカリの雑誌だったりとか、こういうね企業が出してる無料のパンフレットだけどすごい作り込まれてるものって僕すごい好きで、そういうのをね見つけたらこういう風に集めるようにしています。こういう雑誌みたいなの作りたいですよね。こっち側にはねちょっとだけですけど言語学習系の、中国語とか英語 TOEIC、TOEFL みたいなのの勉強用の参考書みたいなのが一部置いてあったりします。その下にはカメラのレンズとかを収納しておく、自作の防湿庫みたいなのを置いています。結構まだまだね本棚には空きがあるので、いろいろね面白い本とかがあったら積極的に購入していきたいという感じですね。であとねここにも扉があるんですけど、ここを開けるとこんな感じのトイレになっています。めちゃくちゃ使うっていうわけじゃないけど、こっちでね作業する時とかはこのトイレを使っています。はい、こんな感じで僕の作業部屋のルームツアーをしてみました。なんかね皆さんにとってちょっと面白いところがあったかどうかはわからないんですけど、僕はいつもこの部屋で作業をしています。なんか別途このアイテムが気になったからこれについて教えてほしいとかがあったら、なんかコメント欄でコメントいただけるとすごい嬉しいです。じゃあ
は今回の動画はこのぐらいで終わりにします。ぜひなんか気に入っていただけた方はチャンネル登録もお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。とわログでした。